こんにちは。自然を加工チャンネルのくにこです。今回はずっと憧れであった油絵に挑戦するために買ったものを紹介したいと思います。皆さんは油絵ってどんなイメージがありますでしょうか？私は、必要な道具が多そう、お金がかかりそうとか、匂いがきつそう、作品の置き場所がない、あと片付けが面倒くさそう、そんなイメージがあって、なかなか手を出せずにいました。けれど、好きなものを見つけるには体験するしかないのかなと思います。いくら人の作品を見ても、動画を見ても、自分でやってみないことには、それが自分に合うかどうかっていうことはわかりませんよね。いろいろな絵を見ていると、いいなと思う作品は、ガッシュか油彩のことが多いんですよね。で、そうなると、やっぱり使ってみたくなります。以前からいずれ油彩も試してみるんだろうなとは思っていましたが、いろいろ調べてみたら、ホルベインデュオという商品があって、水に溶ける油絵の具っていうことなんですね。で、揮発性の溶剤を使わずに使えるっていうことなんです。油彩の筆は専用の筆染液で筆染器を使って洗うっていう工程があると思うんですけど、その洗浄工程がね、一つ省けるんですよね。石鹸を使って洗うっていうのは同じなんですけど、一個だけ工程が省けるっていうことです。今回揃えた初めの一歩の道具はこんな感じです。絵の具はホルベインのデュオ 10ml の12色セット。Amazon で一番小さいものを選びました。筆はダイソーの18号平筆と3本セット12号、10号、8号です。パレットは牛乳パックをカットして使っています。用紙は下準備が不要なキャンソン XL オイルアクリル A4 サイズ。これを半分にカットして書いていますけど、今回は A4 の状態で使っています。それではホルベインデュオを使った初めての1枚を描いていきます。まずはカリスマカラー色鉛筆で下書きをしました。筆型が紫色に見えたのでライラックを使っています。ガッシュの時にこんな感じで色鉛筆で下書きをしていたんですけど、油絵では下書きは筆で描いた方がいいのかもしれません。干潟で写真を撮った頭巾をかぶったゆりかもめを描きました。春になって頭の羽が黒く変わってきたところですね。逆光になっていて、鳥の外側が光っている感じの絵です。水化溶性油絵の具デュオってどんな絵の具かっていうことなんですけど、一番の特徴は何といっても水で溶ける油絵の具だっていうことですね。水で溶けるって不思議ですけど、本来は油絵はペトロールなどの揮発性の溶剤を使って描くものなんですけど、これはその代わりに水で薄めたり筆を水で洗ったりできるんですよね。で、独特な溶剤の匂いに敏感な自分でも家で快適に油絵を楽しめるっていうことで、そこが私にとっては魅力の一つでした。どうして油なのに水に溶けるのっていうことなんですけど、ほんの数%界面活性剤が入っているからなんだそうです。界面活性剤は水と油の両方に馴染む性質を持っていて、混ぜると油をくるんで水の中に分散させてくれるらしいんですよね。で、これって石鹸が油汚れを落としたり、マヨネーズの中で油と酢が混じり合っているのと同じ原理なんだそうです。そうやって聞くと身近な感じもしますね。面白いのが水で溶いた状態は一種の混合テンペラ絵の具のような性質を持つっていうことです。昔イラストレーターっていうアドビのソフトを使ってたんですけど、その起動画面に出てきたヴィーナスの誕生っていうのがあの時代のその技法なんだそうです。で、油絵らしい重厚感はもちろんなんですけど、水独特の滲みを生かしたり、細く濃い線でハッチングを書き込んだり、これまでの油絵にはなかったような新しい表現の可能性も秘めてるっていうことです。もちろん油絵の具ですから、乾けば水にも油にも溶けない丈夫な油彩画として完成します。商品説明に書いてあったんですけど、2008年のリニューアルでカドミウムとかコバルトなどの本格的な色も加わって、今は全100色のプロ仕様になっているってことです。
普通の油絵の具とも混ぜて使えますし、3割以上混ぜると水では溶けなくなるそうなんですけど、水だけでも描けるけど、専用の画用液を使えばツヤとか透明感とか乾燥速度も自分好みにコントロールできるみたいです。デュオは水だけでも描ける絵の具ですけど、油絵本来のツヤを出したり画面を丈夫にしたりするために専用の画用液も購入しました。これらもすべて水化用性などで水と一緒に使えるのが嬉しいところです。多分ね、水と一緒に使わなければ油彩用のメディウムでもいいと思うんですけど、今回私が手元に揃えた4つを紹介しますね。まずは基本の1本として用意したのがペンチングオイルですね。他のメーカーだとペインティングオイルって言ったりする、同じちょっと発音を変えてるだけだと思うんですけど、これはツヤや透明感を出して絵の具の固定力、固着力っていうのかな、定着力を強めてくれる、いわば油絵の標準的なオイルですよね。途中混ぜて使うんですけど、あとの3つは主に乾燥を早めるクイックドライングのためのものです。油絵のなかなか乾かないっていうそういうもどかしさを助けてくれるものですね。こちらのクイックドライングリキッドっていうのは、これは液体タイプのもので、ちょっとなんかとろみのついた感じの液体なんですけど、書き出しの時なんかの絵の具を薄く伸ばして早く乾かしたい時に使うと便利なんだそうです。これですね。こっちはですね、クイックドライングメディウムのグロスタイプですね。で、これはちょっと粘り気のあるジェル状の、絵の具と同じぐらいの感じの粘り気で、ツヤを出しながら乾燥を早めてくれます。で、油絵らしいなんかこってりしたツヤを出したい時に良さそうな感じですね。で、こちらはクイックドライングメディウムのマットです。でこちらは逆にツヤを抑えてマットに仕上げたい時に使います。私はこっちの方が好みです。でもこれも使いたい時もあるかもしれないので、その時の気分とか描きたい場所の質感によってこれらを使い分けていけたらいいなと思います。他にもデュオ専用のオイルには伝統的な油絵に欠かせないものがあるらしいんですね。で、私はまだ持ってないんですけど、表現の幅を広めるために知っておくと面白いかもしれません。で、一つはリンシードオイルで、これはアマニ油のことで、油絵の具の主成分そのものだそうです。で、それを混ぜると乾燥は少しゆっくりになるけど、その分油絵らしい深いツヤとか透明感で、そして絵の具が画面にくっつく力、定着力がぐんと増すそうです。スタンドリンシードオイルっていうのもあるんですけど、それはリンシードオイルを熱処理して加工したもので、それを混ぜるとタッチが、筆の跡が消えて表面がつるっと平らで光沢のある丈夫な画面に仕上がるっていうことだそうです。今はね、速乾性を重視したいからクイックドライング系を使うけれど、いつかじっくり時間をかけて伝統的な油のツヤを試してみたいなって思った時は、自分の変化に合わせて道具を増やしていけるのも油彩の楽しみの一つかもしれませんね。実は最初はとにかく早く乾かしたくて、このオードレスペトロールという溶剤も使ってみたんですね。これはオイルパステルを使っていた時に追加で買ってみたものなんですけど、でも今は下地にデュオとアクリルの白を混ぜて作って、水だけで下書きをして半日乾かしてからデュオで描き始めるという方法が一番しっくりきています。ここで油絵の具にアクリルを混ぜてもいいのっていう風に驚かれるかもしれないんですけど、普通油とアクリル絵の具を混ぜるのは絶対になんかタブーみたいな感じなんですよね。で、それは接着剤の種類が違うんだそうです。アクリルはプラスチックのような樹脂で固めますが、普通の油絵の具は植物の油で固めています。で、この2つを無理に混ぜてしまうと、乾く時にバラバラの膜になろうとして剥がれたりひび割れたりっていう原因になるそうなんですね。でもデュオならそれが可能なんですよね。デュオもアクリル絵の具もどちらも水の中に油分という樹脂の粒が浮いている状態で、それが水に溶けてる間なら喧嘩しずにくっつくっていうことだそうです。昨年からいろいろな画材を試してきましたが、画材の歴史を振り返ると自分が使ってきたものの位置づけがなんとなくわかる気がします。透明水彩やソフトパステルを試していた時期もありましたが、今はガッシュやオイルパステルのような重なりや厚みがあるものが自分の好みに合っていると感じます。
今回使い始めたデュオは油絵の質感を持ちながら水で扱えたりアクリルを混ぜて下地が乾くのを急がせたりできる、今の私にとってちょうど使い勝手のいい道具が揃ったという感覚です。新しい道具が加わりましたが、やることは変わらなくって、これからもこの道具と一緒に淡々と自然を描き続けていこうと思います。それでは今回は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではまた。